Hi 皆さん、Welcome back to my channel。 今日は、神戸に来ました。ですね、1時に友達と待ち合わせしてるんですけど、それまでちょっと時間があるので、今から神戸の街を歩きながら皆さんに漢字を教えたいと思います。前の道頓堀の漢字の動画、皆さん本当に楽しかったって言ってくれたので、いろいろな街に行ってもっと漢字の動画を作ろうと思っています。はい、皆さんのコメントが本当に励みになるし、そうやってコメントしてくれたらもっと作ろうというやる気が出てくるので、どんどんコメントしてください。じゃあ、今駅なんですけど、駅にもたくさん漢字があるので、ちょっとここから始めたいと思います。じゃあ始めましょう。 Let's start! イエイ。野生の漢字が現れたポケモンみたいですね。野生の漢字が現れた。皆さん、この漢字どういう意味ですか？わかりますか？これ何と読みますか？これはね、すごく大切な漢字です。ヒントはですね、ここですね。ここに書いているのは、人が線路に落ちたなど危ないと感じたときはボタンを、これは何て読みますか？ボタンをプッシュ、押してください。はい、この漢字は非常と読みます。はい、非というのは違いますという意味ですね。常はこれは常とも読みますが、簡単に言うといつもという意味ですね。例えば日常会話、この常は日常の常ですね。日常会話だから、いつもと違う時のボタンね、非常ボタン、エマージェンシーボタン。例えば皆さんがこの駅で電車を待っている時に、この線路に酔っ払いの人が落ちるのを見ました。でもうちょっとで電車が来ます。この時はこの非常ボタンを押さないといけないです。この事故はよくあるみたいなんですよ。ちょっと皆さん気をつけてくださいね。酔っ払いすぎないでくださいね。こういう小さいボタンなんですけど、どの駅にも必ずあるので、もしそういう危ないことが起きたら、この非常ボタンを押しに行ってください。で、この非常という言葉は結構使われていて、例えば学校とか皆さんのアパートとか建物には非常口というものがあります。これは地震とか火事があった時に逃げるドアのことです。これを非常口とか非常ドアと言います。なので、何かがあった時のために、皆さん学校とか自分が住んでいるマンションの非常口がどこにあるか確認しておいてくださいね。ここにね、非常ボタンがここにありますよっていう看板もあるので、この下に必ず非常ボタンはあります。ここですね。はい、皆さん、私がさっき話していたことがここに書いてありますね。皆さん、この文読めますか？これはお酒ですね。アルコールを飲んだら、if you drink alcohol、 ホームでは、これは何て書いてありますか？皆さん、気をつけて、 please be careful ね。はい、ここに書いてありますね。お酒はほどほどに、転落接触にご注意ください。はい、ほどほどにっていうのは moderate という意味ですね。お酒はほどほどに。転落はね、これは転ぶという感じですね。これは落ちるという感じです。2つ合わせて転落と読みます。で、接触、これはぶつかることですね。ぶつかること。転落接触にご注意ください。 Please be careful ね。気をつけてというのがもうちょっとカジュアルな言い方ですね。で、ご注意くださいというのは Please be careful、 同じ意味ですけど、もうちょっと丁寧な言い方です。野生の漢字が現れたはい、皆さん、これは何と読みますか？この漢字わかりますか？
じはですね、火の漢字ですね。この漢字はこれはね、消しますの漢字ですね。to delete とか to turn off の漢字です。消します。で、これ全部で消火栓と読みます。これはですね、なんだっけ、英語で fire distinguisher だったかな、火を消すものですね。で、火事がもしあったら、これですね。この真ん中、皆さん何て書いてあるか分かりますか？これね、強く押すって書いてあるんですよ。強く押す。push strongly って書いてありますね。ここを押すと、火災報知器、火事が起こりましたよということを知らせる音が出ます。これはわかりますか？これなんて読みますか？この下に意味は書いてありますね。でも priority seat って日本語でなんて言うか知っていますか？優先座席と読みます。優先っていうのは prioritize という意味です。この漢字は優しいという漢字ですね。で、先という漢字で優先と読みます。この漢字は座るという漢字と席という漢字で座席と読みます。はい、じゃあちょっと駅から出て街を歩きに行きましょう。皆さん、この漢字何と読むか分かりますか？ヒントはこれポストって書いてますね。ポスト、手紙を送るところは日本語で何と言いますか？これはね、郵便と読みます。郵便ポストは手紙とか送るものを入れるところですね。はい。ちなみにポストオフィスは皆さん日本語で何でしたっけ？郵便局ですよね。これ同じ漢字です。郵便。はい、神戸元町商店街にやってきました。じゃあ今からこの商店街を歩きながら皆さんに見つけた漢字を紹介したいと思います。神戸に来るのすごく久しぶりで、ここに来たことないと思うんですね。だからどんなお店があるかちょっと楽しみです。行ってみましょう。ははは、皆さんこの漢字はもう皆さんはもう完璧ですよね。これ3回目ですから分かりますよね。これ意味、これは薬の漢字ですね。実は薬という漢字は草冠の下に楽しいと書きます。これちょっと面白いですよね。草を食べたら楽しくなる、それが薬ですみたいなこれはね、楽しいじゃなくて楽になるという意味ですね。多分草を食べたら楽になるから、それが薬ですという意味です。この漢字何と読みますか？これは牛丼と読みます。はい、ここは牛丼の有名なお店、吉野家です。日本にはたくさん牛丼のお店があるんですけど、吉野家も美味しいし、すき家も美味しいです。この丼という漢字はですね、ご飯の上に何かを乗せる料理に使われます。例えば牛丼とか親子丼、カツ丼天丼、天ぷらが乗った料理は天丼と言いますね。お腹空いてきただから何でもご飯の上に何かが乗っている料理はこの漢字がつきます。丼です。覚えてください。これ何と読むか分かりますか？どんな意味ですか？占いと読みます。はい、占いって皆さん何か分かりますか？30分3000円ぐらいで皆さんの将来を見てくれます。例えばいつ結婚できるかとか、いつ恋人ができるかとか、仕事はどんな仕事がいいかとか、そういうのを見てくれます。これを占いと言います。ちょっとね、日本語が分からなかったら難しいと思うんだけど、一回日本人の友達と行ったら面白いかもしれません。行ってみてください。
漢字と関係ないけどゲームセンターを見つけましたここにたくさんね UFO キャッチャーがありますね。皆さん日本のゲームセンターに来たことがありますか？アニメとかゲームが好きな人はこうやってねたくさんフィギュアがありますから一回やってみると楽しいと思います。ちなみに私は子供の頃ゲームセンターが大好きだったのでよくお母さんにお願いして来ていました。でもね UFO キャッチャーは難しいからお金の無駄だってことに気づいて、小学校3年生ぐらいの時に UFO キャッチャーはお金の無駄だって気づいてやめたけど、それまですごく好きでよく来ていました。その後も中学生の頃とか高校生の頃はプリクラっていうのが流行ってたので友達とよくゲームセンターに行ってプリクラを撮っていました。すごく楽しかったです。でももう最近は行かないですね。最近は全然行ってないです。この漢字前の動画でも見ましたね。これは何と読みますか？これは神戸牛と読みます。はい、神戸牛はすごく有名な牛肉なので皆さん知ってると思いますが、このレストランでは神戸牛が食べられます。あれスパイダーマンさん何してるのかな。この道面白そうなので行ってみます。なんかここから多分中華街につながってるんだと思うんですけど、こうやってねなんか中国の飾りがたくさんありますね。ははははは。皆さんこの漢字わかりますか？この漢字見たことがありますか？この漢字よく見たら面白いよね。米が真ん中にありますね。これはね歯の漢字です。 teeth の漢字です。で歯科、歯医者のことですね。 dentist 歯科と読みます。もう一つ体に関する漢字を見つけました。この漢字わかりますか？肩と読みます。肩こりね、ここに絵がありますけど、肩こりっていうのは、stiff shoulder という意味ですね。だから例えば仕事ばかりして肩が凝ったとか肩こりがひどいと言います。はい、ここは接骨院かな、体マッサージしてくれるところですね。この漢字わかりますか？何と読みますか？これはね皆さんこの2つの漢字は分かりますね。でもこの3つの漢字を合わせて何と読むか分かりますか？これは定休日と言います。はい、休はね休みですね。でこれは簡単ですね。日 day という漢字です。定休日っていうのは毎週休みの日ですね。だからここに書いてありますね。毎週月曜日定休日です。月曜日は休みですということです。やっぱりね毎回この動画を撮るといろんな人に変な目で見られますねこの人なんでこんな感じの看板を撮ってるんだろうっていう不思議そうな顔をしてみんなに見られます。皆さんに漢字の動画を作りたいので変な目で見られても私は気にしません。頑張ります。皆さんこれはどういう意味ですか？このね下2つの漢字は前の漢字の動画でも教えたと思います。この上2つの漢字どういう意味かな？この漢字は何と読むでしょう？これは駐輪禁止と読みます。はい、この禁止はねしちゃいけませんよという意味ですね。でこの漢字は止めるという漢字ですね。駐車するの漢字と同じです。
でこの輪っていうのは自転車のことですね。駐輪禁止、自転車をここに止めないでくださいという意味ですね。でもしこれがね、駐車禁止って書いてあったら、ここに車は止めないでくださいという意味です。普通に漢字を探しながら歩いてたら恐竜出てきたからめっちゃびっくりした。普通にここをさ、こうやって漢字ないかなって探してたら、ここにいきなり恐竜がいたから超びっくりした。何このお店、インポートファニチャーアクセサリーね。もうほんまびっくりした。もうやめて、ほんまやめてほしい。 And then here you have, I don't know how to call it, but ローマね、ローマにあるモニュメントですよね。またこの漢字が出てきましたね。占い。いやもうほんま怖いわ、やめてほしいって。これもうめっちゃ怖いねんけどこの手とかもめっちゃリアル。この漢字何の漢字ですか？ヒントは色ですね。色。これはお茶の漢字ですね。ここには静岡のお茶と書いてありますね。静岡県はお茶で有名です。こっちにも漢字があるので皆さんに見せたいと思います。これは何と書いてあるか皆さんわかりますか？これは美と健康と書いてあります。ここにはお茶が売られていますね。はい、皆さん南京町に来ました。今からこの中に入ってみたいと思います。お腹空いてきためっちゃお腹空いてきた。中国の料理、中華料理って美味しいですよね。食べ過ぎたら太るんですけど、美味しい料理が多いですよね。なんかいろんなところからいい匂いがする。お腹空いてきた。私が好きなのはこの団子ですね。ごま団子後で食べよう。マジか、それはやばい。なんか広場に出てきた。ここで皆さん買ったものを食べたりしてるのかな。今日天気いいですね。本当によかった。もうちょっとまっすぐ行ってみましょう。いろんなところから湯気が出てるね。皆さん中華街に来たら食べ歩きをしますね。食べながら歩くことを食べ歩きと言います。横浜の中華街の方が大きいと思いますね。こういうところに来るとみんな食べ歩きをしていろんなものを少しずつ食べますね。私中国行ったことないんですけど、中国一回行ってみたいですね。中国とか台湾とか行ってみたいですね。なんだろう、ここすごく人気ですね。人がたくさん並んでます。小籠包ね。小籠包っていうめっちゃ美味しい料理があるんですよ。はい、ここで終わりかな。うわ、何これ神戸牛ステーキ。皆さんこの漢字覚えてますか？これは何ですか？寿司ですね。神戸牛ステーキ寿司。何これ、絶対美味しいやん。はい、皆さんまた新しい漢字を見つけました。ここはね、駐車場です。パーキングですね。駐車場。この漢字どういう意味ですか？皆さん。これはね、満と読みます。これは満車ですという意味ですね。もうここには止めるところがありません。駐車するところがありませんという意味の漢字ですね。満車です。こっちはこの漢字ですね。この漢字ね、空の漢字なんですけど、これは空いていますという漢字でもありますね。これね、空車という意味です。これが書いてあったら、ここには
車を止めるスペースがありますよという意味です。まだ車が止められますよという意味ですね。はい、メリケンパークというところに来ました。今日は天気が良くて気持ちいいね。ちょっと海を見たくなったのでここに来ました。ビー神戸ってどういう意味かな。神戸になれIs 神戸 adjective? はい、皆さん神戸の漢字の動画はどうでしたか？今日は漢字にフォーカスしたのであまりいろんなところに行かなかったんですけど、神戸は実はすごく歴史的な街です。明治時代に鎖国が終わって日本が外国に国を開けたんですけど、その時に明治政府は5つの港を開けました。でその一つが神戸港、神戸の港だったそうです。あとは外国の方が住んでいた場所とかもあるので、街並みもちょっと外国っぽいところもあります。皆さん日本っぽいところが好きかもしれないですけど、歴史に興味があったら神戸を散歩するのはすごく面白いと思います。あと兵庫県は夜景も綺麗なので、カップルで夜神戸とか、この辺りに来る人も多いです。皆さん今日も見てくださってありがとうございました。もっとこんな動画が見たい人はぜひぜひいいねボタンを押してください。あとコメントを書いていただけると本当に嬉しいです。やる気が出ます。まだまだ寒い季節が続きますが、皆さん、厚着をして暖かくして風邪をひかないようにしてください。日本に入りたいのにまだ日本に入れなくて苦しい思いをしている人もたくさんいると思います。私の動画で一緒に旅をしている気分になっていただけたらすごく嬉しいです。はい、じゃあ次の動画で会いましょう。またね。ありがとう。